焼津港は全国有数の遠洋漁業の町として有名なんですけども、水産資源が豊富だったところと、だんだんいろんな人が関わることによって規模が大きくなっていったりしていった町だと思います。鉄砲という名前で出してます。うちのオリジナルでやってるので、焼津でも店にやってるのはないと思います。やっぱ生しらすは季節物だし、この辺に出てて、こういう店じゃないと本当の生のしらす。一番は生と冷凍の違いですかね。こちらの焼津の方に来ると脂のったカツオ、それが一年中食べれますので、その脂がね、じゅわっと湧き出たわら焼きを食べられるのがこの焼津わら焼きかなと思います。我々は特にその品質にこだわった商品作りっていうのは心がけてます。かなり厳しい選別基準でやってますので、それでしっかり選別、品質分けしたものを加工場でもそうですね、最終ラインの部分では一人一人職人が検品してますので、そういった意味でお客様にご安心して使っていただける商品作りっていうのはしています。静岡県中部駿河湾に面した港町焼津。古くから漁業とともに生き、マグロ、カツオの町として全国に知られています。この町では海で働く人、魚を扱う人、そしてそれを食として届ける職人たちが日々一つの文化を紡いでいます。今回フォーカスするのはそんな焼津を支える人々、そして焼津の魚を寿司として昇華させる地元の名店松野寿司にて、海、技、食、それぞれが支え合って生み出される焼津の魚食文化を堪能しました。まずは松野寿司の寿司を食べながら焼津の魅力に迫ります。ありがとうございます。焼津最高です。大将もよろしくお願いします。いただきます。松野寿司さんでもマグロがやっぱり一番人気ですか？そうですね。焼津でいうとマグロのやつ。意外と都会の方はね、駿河湾白身の魚の種類が多いので、白身を食べたい。基本的にはもう静岡、焼津周辺の地物の魚がほとんど。駿河湾の魚がほとんど。右側が大トロで左側が中トロ。はい。おお、美味しいです。東京とかだとやっぱ本マグロとかが多いじゃないですか。インドの特徴ってどういうポイントがあるんですか？肝が細かいのと赤身の身味があって美味しいです。輸出向きにはね、いいのがいいと思う。ただ皆さん日本の人は特に東海の生っていうのがすごく緊張するので、生のマグロの方が一番よく見る方が多いんだけど、基本的に住んでるところが本マグロよりも黒マグロ系というよりもちょっと厳しいところに住んでるので、輸出はいいなと思うんですけど、ちょっとピンク系のガリ、うまっ。辛い、塩辛系。今日はそうですね。いやちょっと何これ、すごい。こういう感じで回してるので、で中がねほぼほぼ生のマグロなのでちょっとお醤油つけて。いや何これ、うわ、なんだこれ、新食感ですねこれ。そう、イカの食感はねちょっと表面さっと火入れるだけでだいぶ変わります、ね。うまい。このマグロのトロトロ感がね、南マグロのこの美味しさが。何これ。でもこれは本当にあったらラッキーぐらいのメニューってことですね。そうですね。それから事前にどうしてもって時に事前に言っといてもらえば、冷凍してでも何とかしても作ることができるので、磯自慢の松野寿司ボトル。磯自慢さん今通ってきたのすぐ近くなんですね。そう、車でもうそうですね。うまっ。危ないやつですねこれ。
静岡って結構生しらすのイメージあるんですけど、はい、時期物なんですか？季節は春と秋と、漁期は一応決まってます。たっぷりですね。そんなの湘南より人口少ないから。撮影用だから大盛りとかではなく、いや、若い女の子だったらもっと盛りうまい。とろけますね。良くも悪くも結構ビターな感じが特徴なんですけど、シャリが甘いんで、この苦味とシャリの甘さがいい感じのバランスで、でも十分めちゃくちゃうまい。てか、こんなになんかモリモリだったのに一瞬で消えました伊豆岡の蓮子鯛、マニアックです。でまたこの筋目のちょっとした酢とレモンの酸味が爽やかですごい美味しい。カスゴもカスゴでいいですけど、蓮子鯛もちょっと味がするっていうかなんか。この蓮子鯛もね、今日ちょっと一番大きいぐらいのサイズなんだけど、小さいとやっぱりカスゴみたいな感じで身はちょっと締まってる感じになるんだけど、僕はこのぐらいのもう一回りぐらい小さくて、片目で2回ぐらいの身の厚さの方が一番しっくりくるかなとは思う。これって赤ですか白ですか？今日は赤まだちょっと寝かせてるんですか？ね5、6分塩当てて、塩締めして、塩漬けて、うわー、肉厚、食べ応えがあります。ブリブリしてる。山松水産株式会社代表取締役松永大地です。弊社は昭和44年創業なので今年で57年目を迎えています。基本的には冷凍マグロ、カツオを扱ってまして、仕入れから、保管、選別加工、そして国内外への販売までを手掛けています。主に弊社の場合は日本の船が漁獲したものが多いですけども、そういった、日本船が取ってきた冷凍の、マグロというものを扱っています。メバチマグロの尾切り選別ってことをしてます。マグロの尻尾を切ってでそれを溶かすんですけども、その断面を見て身質であったり、色目、あとは脂がある魚は脂の乗りなんかを見てる。でランク分けをしてるんです。マグロ今何トン分ぐらい、何匹分ぐらい？約400。13トンぐらい。それは普通ですか？多い方ですか？少ない方。すごい。多い時で今このお仕事されて何年ぐらい？今24年ぐらい経ちましたね。いや、もともとも地元育ちも焼津なんで、魚が大好きだったんで、もうただ本当に興味があるっていうことでも続けてこれてるっていうのが、そも入社して、それこそ修行期間経て、5年目6年目あたりからやらせていただいてるんで、それでもやっぱもう20年近くは経ってますよね。やっぱりね、同じこの今13トン今日切ってますけど、その中でもやっぱそのいい魚悪い魚、一般の方たちは分かんないと思うんですけど、もうプロからするとやっぱサイズランクを分けて評価変えて、高く売れるものは高く売る、で安く売れるものはもう安く売るしかないっていうところで、やっぱり選別しないともう会社として成り立っていかないんで、選別はきっちりどこの会社もやられてると思います。ただこれマグロの身質を見てるんですけど、例えばこれは縮み、ランクでいうと、縮みっていうランクになるんですけども、見ていただくと
この断面、このマグロの年輪がこうはっきり見えると思うんですけど、これをシジミっていうランクで分けるっていうのと、ちょっと見比べていただくとなんとなく分かると思うんですけど、こっちは年輪がちょっとぼやけてると思うんですけど、これ綺麗ですね。そうですね、色目で見るとこっちの方がちょっと鮮やかに映ると思うんですね。作品実績でいうと弊社の販売が、約、原料と数字含めてですけど、約5000トンになります。5000トン、想像がつかないです。製品の企画としては、ロイン、ブロック、サク、この辺りが中心になりますけども、基本的にはほぼ全て生食用、寿司刺身用のものになります。冷凍マグロ、この焼津有名になりましたけども、歴史で言えばここ60年ぐらいだと思うんですね。60年、70年前はまだ冷凍技術が未発達だったので、それこそ冷凍マグロ取ってきても、ほとんどが切り身とか、缶詰、そういった加工品の原料だったんですね。なので、その後に、こうやって生食用として普及し始めたので、実際、生食用としてのマグロが広がっていったのは、ここ60年ぐらいの話だと思います。基本、マグロっていうと、マイナス50度以下っていうところでの他が基本になるので、そういったところで、品質劣化、変色であるとか、あとは、酸化、そういったものを抑えることができているので、この冷凍技術の発達っていうのは、この冷凍マグロの普及に与えた影響っていうのは大きいと思います。船上で急速凍結されて、新鮮なものを、新鮮なまま加工してお客様にお届けしているので、基本的には、寿司刺身用として生食としてお召し上がりいただきたいですね。もともと戦前は、カツオの一本釣りで、栄えた町でしたけれども、遠洋漁業の基地として、発達してきて、なんで地理的な面もあったと思いますね。遠洋業が栄えた理由としては、その静岡県中部この地が、東京ないしは名古屋大阪っていう、消費地に近かったことで、アクセスが良かったということで、今ではその駿河湾という、深い海がありますので、そういったところに大型の漁船であるとか冷凍運搬船がこう、接岸しやすい環境にあったので、そういった意味で遠洋漁業が発達したという面もあると思います。世界中で取れる魚じゃないですか、でも日本のマグロが美味しいとかっていうのって結構世界のクオリティでいうとトップな気がしていて、マグロの中でもマグロがより最高峰みたいな言われる理由とか、その理由って何ですか？確かに同じように世界中で取れるので、じゃあそれが海外に運ばれたら、確かに同じマグロではあるんですけど、その先ですよね。選別、それから加工っていうこの技術っていうのはやっぱりなかなか真似できるものではないですし、結局この50年蓄積してきた我々のノウハウであるとか、こう知識があってのことなんで、そういった意味で、それがじゃあ最初に製品になった時のその差っていうのはもちろん出てくると思います。この焼津の町はマグロカツオの水揚げ基地として、その拠点として発展してきましたので、地元の食材マグロカツオっていうのを焼津として世界中にこう発信していきたい、いいものをお届けしていきたいという思いがあります。うわー、やっぱインドのワカメはいい色してるわ。めちゃくちゃうまい。シャリとなじむ。ねっちりねっちり。これちょっとこの流れで赤身握ってもらってもいいですか？切りたてのやつ。でも柔らかいっすね。すごいふっくらしてる。やっぱうまいっすか？いや、うまいっすね。地元の方はお寿司屋さんだとこのインドマグロのマグロっていうのがもうマグロといえばっていうお寿司の。そうね、そもそも焼津のお寿司屋さんがね、このインドを使ってるところ多いので。今日の漬けと普通の赤身だと個人的にはどっち派でしたか？僕ここで漬け初めて食べましたけど美味しいっすよね。ちょっとねっとりして。今日印象に残ってる美味しかったネタありますか？今日は、マグロとかも全部そうなんですけど、やっぱ生しらすは季節ものだし、この辺でこういうお店じゃないとなかなか本当の生のしらすが食べれないから、これは季節の感じで素晴らしい。生しらすのように綺麗にまとめていただいてちょっと剣先っぽい感じだけどねっちり感があるの。甘みがねちょっとあるのと、でも赤い系統ですそうですね、パツパツしてますね。
川の小肌っておっしゃったじゃないですか、三河の小肌がこっちの漁港に入るんですか？違う違う、三河の港に上がったやつを買い付けてこれ何日ぐらいですか？2日3日2日2日、でも浅めですね。僕は浅めにしてる。いやでも食べやすいですね、すごいあっさりで美味しい。うわーよかったら食べて。すごいきゅうりの青々しい香りがここまで漂ってくる。めっちゃうまいですね、きゅうりの。これはちょっと思ってた以上に美味しかったです。素人にも分かりやすくというか、駿河湾って海としてのなんか特徴ってあるんですか？なんか深いとか潮の流れが速いとか。日本の湾の中では一番深い。一番深い。いやそうなんですか？ 2000以上あるから。高橋県とか桜井とかこの近海だと駿河湾でしかいないっていう島がいくつかあるんだから、底引き網みたいに一網打尽にするような網をさせてくれないので、だから取れる量もマスも小さいので意外と資源の方にもなってますしね。愛知の川っていう。じゃあ愛知のお米ってことですか？お酢は米酢一種類ですか？蜜柑？水かん白菊ですか？知らない。で砂糖とお塩。これだけいろんな方が関わって最終的にこう寿司屋さんで出てきたら一瞬で食べたら消えちゃうじゃないですか。でもその裏側にはいろんな方の情熱のバトンというか労力がかかってるっていうのを今日改めて感じて、壮大なここに油屋さんの社長がいるからね、いるんだけど、大体この船がね1年半近く回って油代で1億ぐらいかかる。普通の漁船はねエンジン1個だけど、マグロ船は2個ついてる。四季っていうのとポキっていう。ポキはね、この船の中は素晴らしいその冷凍倉庫とかマイナス70度ぐらい、そういった電力を回さなきゃいけないね。これ今何リットル入ったかっていうのはこれでメーターで。北湯業株式会社の牧田です。弊社は大正元年創業以来、主に焼津港に寄港する漁業の人たちへの燃料の供給っていうのを始まりとして、今日まで至っております。北湯業さんのこのパーディ船は、どれぐらいの、この油の量を積載してるんですか？およそ、マックスで190トンになります。それだけマグロ漁船自体が大きかったりエネルギーが必要なので、それぐらい体力が必要な船にこのエネルギーを供給してるっていう。漁師さんたちも1回の航海でできるだけたくさん大量に連れてきて、日本に戻ってくるというふうにしたいと思いますので、近年どんどん遠洋漁業船は大型化していくトレンドにありますので、相手の船が大きくてタンクが大きくなっていくので、当社もそれになるべく追従していかなきゃいけないというところがあります。僕らはまず危険物を扱っている会社ですので、もちろん火気厳禁とかしかもこぼさないようにするとか、やはり海に油が漏れてしまうと海洋汚染になってしまって重大事故になってしまうので、給油中は先ほど見ていただいた通り始まったらその積んでいくのを見守っていくって感じなんですけども、実はぼーっとしてるわけじゃなくて、ちゃんと吹きこぼれがないかとか、相手の船もそんなハイテクで投入できてるわけじゃないので、目視確認とか指差し故障とかそういったところを細かいことなんですけども、安全第一でやっていくっていうのが、昔から変わらずやっているところになります。僕らはエネルギーをなりわいにしてる会社なので、石油製品を売ってるだけじゃなくて気持ちの面でもエネルギーとか元気さっていうものを届けるのにいろんな人に関われる仕事だっていうところが楽しみながら仕事をしているってところになります。全国有数の焼津港の漁業を支える、裏方のプレイヤーとして誇りを持って日々取り組んでいっております。次に訪れたのは、平日は地元客、週末は観光客や遠方からの常連でいつもにぎわいを見せる金寿司地魚亭。握り寿司や海鮮丼の他にも店の名前にあるように定食メニューも充実しています。寿司桶に豪快に盛られた人気の看板メニューや平日12時までの限定握りを堪能しました。観光で焼津に訪れた際に訪問したい安くてうまい寿司店です。まずはなかなか珍しい銅マンガニの握りからいただきます。シャリは開かずいただきます。うまっ。焼津といえばマグロ、2貫食いでいっちゃいます。めっちゃうまい。
元気が出てきます。これは超贅沢。いただきます。やばい。静岡といえば生しらす。こちらもいただきます。大好きなゲソ、大迫力です。やばい、マジでうまい。すごい力だ。幸せ。刺身定食は刺身定食で贅沢だ。株式会社カーナーの山口隆弘です。カツオと燻製の専門店ですね。水産加工業なんですけど、カツオの鉛節をメインとして、燻製製品だったり、あとは、カツオのたたき、わら焼きを作ってます。熱い。すごい。今生のカツオってもう高知とか鹿児島の南の方だとあんまり脂が乗ってないんですけど、こちらの焼津の方に来ると脂乗ったカツオ、それが一年中食べれますので、その脂がねじゅわっと湧き出たわら焼きかなと思います。なんか思った以上にとろっとしてます。多分それ冷凍だからなんかこの逆にそれが、なんかつるっとすごい舌に馴染むというか。鉛節です。カツオの鉛節です。はい、いただきます。何これ、初めてですか？不思議な食感。鉛節は簡単に言うとカツオの燻製です。カツオを茹でて燻製させたものです。で、カツオ節が硬くなる前のものになります。焼津のカツオの特徴だったり強みってありますか？焼津は遠洋漁業で取れた冷凍カツオになります。一本釣りのカツオっていうのがお刺身用のカツオになるんですけど、そのカツオの、東沖で取れたカツオですね。三陸沖で取れたカツオっていうのは、非常に脂が乗っていて美味しいカツオなんですけど、その、脂の乗った時期の美味しいカツオを一年中、冷凍で保存しておけるので一年中食べれるっていうのが焼津のカツオの、強みかなと思います。焼津魚センターにお店がありますので、そちらで毎日販売してます。結構遠くから県外からお越しになる方が多くて、焼津のお土産に買っている方が非常に多いです。主力の鉛節、うちの伝統でもありますし、それを重んじながらも、お客さんの、ニーズもだんだん時代とともに変わっていくので、それに合わせながらそういった鮭とかサバとか、新しい商品を開発していって、焼津で、長くやっていこうと思ってます。あと今日僕もやらせていただいたカツオのわら焼き体験なんですが、これは一般の方も体験できるんでしょうか？もちろんできます。これ体験したいとなったらどうすれば予約体験できますか？電話でも予約受け付けてますし、予約サイトありますので、そちらで予約していただければ受け付けわら焼き体験の一連の工程を本当今日体験させていただいたような流れで。そうです。カツオ丸ごと1匹さばくところがやります。大体何分ぐらいでおいくらの体験料なんですか？1時間ですね。大体1時間ぐらいで1人、3300円になります。頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。マグロとカツオの町焼津、多くの人たちが日本の魚食文化を焼津から支えています。次はぜひあなたも足を運んでみてください。